皆さんこんにちは、イグです。今日も雑談をしながら手帳を書いていきたいと思います。雑談テーマはこちら。手帳タイムの理想と現実、私がジャンクジャーナルをやめた理由、これをやめて続いている手帳ということをお話ししたいと思います。ぜひぜひ皆さんも手帳を書きながらお耳を貸してください。はい、いやこれこの間のね、紙物週間でタダでもらったはがきポストカードの余りの紙なんですけど、これに無印のこのサインペンで文字を書いたんですね。そしたらこの紙って結構にじむじゃないですか。手帳を出したまま何するんだって話ですけど、このなんかにじむ感じがすごい、この紙にこのペンで書く自分の字めっちゃ好きって思っちゃってそれを伝えたかった。ありますよね、なんかこの紙にこのペンで書く自分の字めっちゃ好きみたいな。まあそれは置いといて、では今日書く手帳はメインはミニロクデイリーです。ミニロクデイリーを書いてるところが好きですっていうコメントありがとうございました。ちょっとね、手帳タイムって言ったらミニロクデイリーから始めて時間がなくてそれで終わるみたいなことが多いので飽きちゃうかなって思ってたんですけど、ミニロクデイリー書いてるところが好きって言ってくださってちょっとね安心しました。そうやって見てくれてる方もいるんだなと思ってありがとうございます。でここに出てるのは、プライベートのデイリーログ、これもちょっと書きます。仕事関係のプライベートデイリーログはなんで出てるの？ゲッターズ飯田さんのが入ってるから出てるんだね。であとこれね、久しぶりに登場しました。黄色のスタロジー365デイズノート B6 サイズ。数年前にこれ買ってると思うんですけど、でもう使っていてね、使ったページを破ってあるんですよ。でこれはなんで復活してるかっていうと、コモンプレイスまでかっこいいものではないけど情報をちょっと集めていくノート、これねコモンプレイスやろうと思って情報は武器だシール貼ってるんだけど、これは最初にこれを買った時にコモンプレイスやろうと思って買ったから、ちょっとねそこまでかっこいいもんじゃないんですけど情報を集めていくノートが欲しくて探してたらこれがあったので引っ張り出してきました。 B サイドレーベルのステッカーです。でもう私の得意なポケット付けが終わっていて、余ったトレペでちっちゃいポケットもついてて、これいいじゃんと思って、その時に使ってた丸シールも入ってるし、でねここに何貼ってたのか覚えてないんですけど、なんか剥がした跡があってここちょっと見栄えがっていうよりもね、これがくっついちゃって毎回ストレスになるから、ここになんか可愛い紙貼ろうかなって思って出してます。これはなんかの手帳に貼ろうと思ってるロイヤルのサプリメントの開いた袋。これもなんかすごい紙でできててさ、ここにこうちぎれるこの切れ目があるんだけど絶対ちぎれないの。絶対ハサミじゃないと開かなくてさ、これを毎回ね食べ終わった後チョキチョキして手帳に貼ってるんだけど、それも切るのも大変な紙なんですよ。これ和紙とビニールがくっついてるみたいな、鮮度がそれだけいいのかな。これも空になったのでなんかの手帳に貼ろうかなと思って持ってきました。それで、こちらもね書いていきたいと思います、今日の分。じゃあ、どれからいこうかな。今日は久しぶりに午前起床成功してます。いやーいいね朝っていうか、朝早すぎるのはちょっと苦手だけど、午前中に起きるの体軽くていいなって思います。寝たのもねちゃんと昨日意識して早かったから体軽いんですけど、今日の分ねここ書いていきたいと思います。緑のペンジェットストリーム見にくいって言いながら、これも同じ、この紙にこのペンで書く自分の字が好きでいろいろ試したんですよね。今まで使ってたジェットストリームのライトタッチインク黒とか、ジェットストリームの青とかね試したんですけど、このライトタッチインクじゃないんだけど普通の緑のやつがねすごい好きと思ってこれ使ってます。
なんか一生ペン選びする感じだよね。はい、今日の天気、風ってなってる。晴れ風。そういえばまた道東というか根室で大きい山火事みたいなのがあって、この近辺は火災警報が出ていますね。火災警報出てるし、厚岸町では私のいとこの実家があるんですけど、その辺で半分食べられた鹿の死骸と熊の糞が落ちてたってニュースやってました。いや、怖っ。普通に実家の近くって言ったら家だよ。住宅街じゃん。めちゃくちゃ怖くない？そんなニュースがありました。で、さっき言ってたこの話題に入っていこうかな。これからね。今日のテーマ、お話のテーマ。まずは手帳タイムの理想と現実。皆さんの手帳タイムはどんな感じなんでしょう？いつも時間とかって決めてますかね？寝る前何時からとか。私は家でずっと仕事をしているので、全然いつ手帳を開くのも自由なんですね。だから、手帳開き始めたらずっとやってるからさ、一応仕事を終えてからっていう感じにはなるんですけど、手帳を開く時間は別に決めてはいなくって、でなんかこう理想ってなんかこうさ、今日も疲れたって言ってお風呂上がりとかに手帳を間接照明の部屋で手帳を開いて、今日のドリンク紅茶とか飲みながら一息つきながらおしゃれに手帳を書くみたいな、ジャズを BGM にしてみたいな、そういう手帳タイムかっこいいと思ってね。理想ではあるんですけど、現実はこうですよね。机ぐっちゃぐちゃの書いてる手帳開いたままその辺にまず置いといてみたいな、ペンも散らかっててシールも散らかっててみたいなのが現実の手帳タイムじゃないですか。まずね、私間接照明ってすっごい苦手なんですよ。多分昔からなんですけど、昔の昭和の家の電気紐で消すタイプのやつ、一回消したら一個消えて、もう一回消したら豆電球になるじゃない。小玉電球で、あの色がすっごい嫌いで、昔からね、子供の頃から物心ついた時からあの色の部屋がね大嫌いで嫌だったんですけど、小さい頃は親と一緒に寝るじゃないですか。家も狭かったしね。で川の字になって寝てたんですけど、親がその電球の色を決めてさあ寝るよみたいな感じだったんで、私はそのいつもね豆電球の中で寝ていたわけなんですけど、もう嫌でしょうがなくて落ち着かない眠りを昔からしていました。でその色にするなら真っ暗な方がよくてさ、熱く感じるんだよね、あの色ってね。ですっごい落ち着かなくて、だから間接照明ってああいう感じのあったかい色っぽいオレンジっぽい色じゃないですか。で暗くて私の目には何も見えないぞみたいな状態になるからちょっと苦手なんです。だからホテルとかね、おしゃれなホテルって間接照明でさ、なんだ、暗いなーっていつも思うんだけど、だから理想はそういう間接照明にね、なんかこう落ち着いた感じで意識を寝る方に持っていきながら手帳、今日の出来事をまとめてパタって閉じて寝るみたいなのが理想なんだけど、全然ダメですね。もうギンギラギンに明るくして書いてみたいな、ごちゃごちゃでって。でもね、一応なんでかわかんないけど机の上をそのまま寝るのはすごく嫌なんですね。これは昔と変わったことなんですけど、昔はもう全然机の上ぐっちゃぐちゃで生活してた人で、テスト勉強は机を片数で終わる人だったんですけど、今はねもう全部この机はリセットしてからじゃなきゃ寝たくない感じがします。でも部屋はいくら汚くなっても汚いって思わない人で家が汚いって健吾に言うんだけど、私は汚いと思わないから、汚いと思った人が掃除すればいいんじゃないって言って掃除は健吾がやってますけど、なんかね、いくらチモシーとかで床がね汚れてても、ロイヤルの粗相で壁が汚れてても汚いって思わないから、すごい体勢ついてるでしょ。で今日
そう今日は午前中に起きるの成功したので、後でこのミニロクデイリーにポチッとできますね。今月は全然まだね3日とか4日とかしか起きれてないんじゃないかな。で今日の気温ね13、暖かくなってますね。なんか昨日あたり結構寒かったけど、暖かくなるのかな。13時20分、体温が低い。よし、これはこのぐらいなんだけどね。はい、ではこちらのミニロクデイリー書いていきましょう。今日は18日土曜日、まだセットアップはしなくていいかな。来週でやりましょう。これがロイヤルメモというか昨日の分ですね。昨日の分で書いてないところを書いていきましょうか。元気ですね、ロイヤルくんは。これが昨日の健康管理なんですけど、ものすごい頭痛でって昨日のね手帳タイムの最初めっちゃ元気なかったんですけど、やっぱりねコメントでも言ってたみんなめちゃくちゃ頭痛かったです、地球が何かをしているぞ。何なんだろうね。今日は大丈夫、平気です。昨日の夜薬は飲んでない、頭痛かったからね。でこれね12時起床成功日っていうのを記録してるんですけど、今日が成功したので、今日何日18 ずっと成功してない5日目です。で、これが体質改善リフィル。昨日の目標として3時に眠剤を飲むって書いてて、ちゃんと3時に飲んだから4時ぐらいには寝れました。体質改善リフィルですね。やってて意味あるのかって思うけど、あると思ってます私は。この何時に起きて何時に水飲んで何時に寝れたっていう記録を意識できるから意味あると思っています。で、これが書き込みたくなる計画帳ハピタンハピタンっぽいシール貼ってますね。チェック、これも終わって、これが日誌帳です。今日は何もしていない、夜まで食べていない、お腹も空かない、もう最悪体調っていうかメンタルも体調、人間として大丈夫なのかみたいになってた昨日。これちょっと途中から書いてないから書いとこうか。夕飯後からロイ散歩して、こんな感じで、今日の議題 2つ目に行こうかな。私がジャンクジャーナルをやめた理由。私のジャンクジャーナルを覚えている方はいらっしゃいますでしょうか。ジャンクジャーナルだけで動画を撮ったこともあるんですけど、簡単に言うとゴミノート、文具とかはね、文具とか買ったパッケージは別のノートに貼ってるんですよ。それは続けてるんですけど、ちょっとジャンクジャーナルっていうのをやってた時期があって、それは食べ物のパッケージだけ集めてただ貼る、文字はほぼ書かない、ただ貼るノートというかね、本当にちっちゃいメモ帳なんですけど、それをねやってた時期があるんですよ。ですごい自由にやってて面白かったね。こうはみ出しても切ればいいみたいな、すごい面白いし、コーヒーとかのパッケージだったらいい香りもするし、こんなのあったねこの時っていうパッケージとかねあってさ、面白かったんだけど、これもう書くとこないじゃん。それをいつしかやめています。それをやめた理由として、私のね動画を見てジャンクジャーナル始めましたよっていう方もいらっしゃったんですけど、私は早々にやめてしまいました。その理由はですね、ジャンクジャーナルってやっぱ一番最後になるんですよ。優先手帳じゃないからさ、まずデイリー書かなきゃいけないとかね、そういうまずこれ書かなきゃこれ書かなきゃっていうのが多くって、ジャンクジャーナルまでいかないまま終わることが多いんです。だからこれジャンクジャーナルに貼ろうって思うパッケージがどんどん溜まってって、私の部屋はゴミ屋敷になって
たんですね。で、これは結構めんどくさいぞと思ってねやめてしまったんですよ。あとお菓子とかのパッケージが可愛くてね、可愛いパッケージのお菓子だから貼りたいから買おうみたいなことを最初やってたら、まんまと太りまして、ちょっとお菓子を控えて食材でもいいからと思って続けてたんです。健吾に言って食材のパッケージで可愛い面白いのあったら貼るからちょうだいって言ってやってたんですけど、それもさ、食材も毎日のことだからどんどん増えてきて溜まってきて、で一旦リセットしようかって言ってまたやろうと思ったんですけど、いやお菓子ってそんなにね食べたら怖いなって思い始めてね、思ってはいたんだけどさ、そんな完全にシャットアウトするとストレスにもなるし、たまにはいいかなって感じで食べてたけど、そのたまにもね怖くなってきたんですよね。でもたまには食べるんだけど、そのジャンクジャーナルを作っていくほど食べれないっていうかね、健康を加味してやめました。お菓子をほぼやめて、じゃあジャンクジャーナルはねもう続かないだろうっていうことでやめてしまいました。一応過去のものは取ってあるけどね、そういう理由です。でなんかシール帳今流行ってて、そのシール帳が終わった時に次何来るかっていうのが話題になったことがあってね、次はお菓子帳らしいですよって言ってる方がいたんですよ。お菓子帳と思って、お菓子帳ってねお菓子そのものをファイリングしてお菓子を交換するんだって。どの層で流行ってるのかわかんないけどあるそうですよ。お菓子帳は直接体重に響くから気をつけましょうねまだでもシールだけどねみんな。では、今日の分ね書いていきますかね。ちょっと1週間分セットアップしたからパツンパツンなんだけど、はい、今日のモーニング。人間の生活リズムのズレがロイヤルにまで響いているから本当に気をつけてあげないとね。これはロイヤルリフィル。今日のご飯は11時。これはもうちょっとしたらヘアンポの時間です。いや今日の議題3つ目、これやめて続いてる手帳って書いてたんですけど、手帳が続かないってお悩みの方が多いと思うんです。私も含めでいろいろ手帳をやってますけど、やっぱり全部続くということはなくて、でも続いてる手帳っていうのもあるんですよ。それがさっきも出したこの自分手帳デイズ、日々のログなんですけど、これはね続いてるんですよ。こうパーッと見てもほぼ続いてて、忙しくて書けない日とかも 2,3 日あったけど、それはもうでっかい文字でこうパッ書いて OK っていうことにして、でこれがなんで続いてるかっていうと、これはデコをしてないからだと思うんですよね。綺麗に書いてない、ただあったこと、ログと感情、思ったこと、トゥードゥっていうのをただブワーって殴り書きのように書いている。だから続いてるんじゃないかなって思ってるんです。綺麗に残したい手帳ってなると、文字も綺麗に書きたい、綺麗に文字を書くためにはどのペンがいいのか、そこから始まって、でデコレーションもする。でペンを変えるとまたそこでなんか嫌だから、ずっと同じペンじゃないと嫌だから、最初に
ペン入れをする時のペン選びが大事すぎて、で構えすぎちゃうんですよね。で続かなくなっていく。綺麗にまとめたいから綺麗な文字で書きたいけど、今日はもう疲れすぎてて明日書こうみたいになったら、もうそれがどんどん続いていくっていうね。そういう理由で続かないんだろうなっていうのは分かってます。私のほぼ日手帳本、例えば今日がフィクションでもとかもそういう理由です。だから毎日書けてないんだけど、書きたい時には書いてますね。でこの自分手帳デイズを始めた時、元旦の時からなんですけど、これ残さないつもりで書き始めたんですね。もうただ日々のログをバーって書いて、それをいろんな手帳にこう派生して清書して終わる。で1年間これ使ったらもうそれはメモ帳の集まりみたいになってるから捨てようって思って使い始めたんですよ。だからデコもしてないし殴り書きっていう感じでよかったんです。それで始めたからこそ続いてるんだと思うんですよね。だからもし手帳を続けたいって思っているんであれば、その続けたいって思ってる気持ちを捨ててみると続くかもしれません。わかるかな。私の経験談ですけど、あんまり綺麗にまとめたいって思って身構えるとね、続かなくなるもんなんですよ。不思議ですよね。で、そう今日のバイタルね、さっきチェックしました。起きたのが11。よかった。つい最近までも意味わかんないところ塗りつぶしてたからね。これ朝は食べてない。これももうすぐです。体調は今日はすごく良いですね。ここにさっきのこれを挟みます。体質改善リフィル。起きたのが11時。今日も目標は3時に眠剤を飲む。これをもうちょっと早くしたいんだけど、今の生活リズムだとちょっとまだ厳しいんですよね。VR のヘアンポがちょっと遅いからシャワー浴びるのも遅くなってってなって3時になっちゃうんだけど、それでも午前起床はできるはず。眠気が来てそれに抗ってるとダメだけど、素直にベッドに行けば大丈夫。書き込みたくなる計画帳4月18。これは20。もう納期ビビり。毎回書いとくようにしよう。よし。これは書き込みたくなる日誌帳。今日は土曜日なので仕事は入ってません。ここ別に何書くって決めてないんだけど、これ使い始めてから毎日のように仕事が入ってくるから、仕事来た M さんの鬼ずっと書き続けてるところ。晴れと風って書いてたね。今日何の日だったっけ。昨日書いたね。今日お香の日だ。お香の日。よし。ゲッターズさんの占い。なるほどね。元気でも今日はゆっくりする時間を設けてって書いてた。設けられるかな。ちょっと早起きしたから設けられるかもしれないですね。ではお香の日っぽいレコは難しいんだけど、昨日もやったけどなんかふわっとした感じがいいよねってやりましたね。これでいこうか。ダイソーさんのシールです。デイリーライフコラージュステッカーナイト。ちょっとトレペ素材なんで見にくいですけど、ここにお香じゃないけどフレグランスあるからめちゃくちゃ合ってないイメージ。手帳タイムしてる左利きの人だ。トレペだから破れてしまった。ほら可愛いじゃないですか。あんまり貼るとね書く場所なくなっちゃうから存在しない音符がある。逆だよこれ、逆。
間違えた。一気に書いちゃったこれ1日かけて書こうと思ってるんだけど一気に書いちゃった。ちょっとイライラしたわ。1個の件でこんなになっちゃった。こっちはまだ書かないでおこうかな。これで1日分のデイリーが終わりっていう感じですねなんかいろいろ喋りながら途中で手止まったりもするんだけど1時間ぐらいかかる。で予定は大丈夫か。健康体調も大丈夫ですね。 OK。 でまあこのノートは別に手帳タイムで書くものじゃないので後からコモンプレイス的なことをやっていくんですけど、ちょっとここだけまた今くっついてたでしょ。これペタってほら、これが嫌でなんか紙貼りましょう。100枚レターブックから誰の貼ろうかな。これになんか合ってる感じがいいか。すっごいおしゃれだよねこれ。めちゃくちゃ気に入ってるトレーシングペーパー。瓶でしょ。瓶。空想外雑貨店が合ってそうな気がしない？これなんかちゃんと縦になってんのがいいかな。縦シンプルないかな。これがちょっとガラガラしてるからね。あ、瓶かわいい。これにしよう。これが空瓶でこっちがなんか入ってる瓶。かわいい。B6 だから切れちゃうんだけどどうしようかな。桜切れちゃうの嫌だね。これでいきましょう。ここ何貼ってたんだっけね。もう忘れちゃった。よし、貼れたかな。でこのノート B6 なんで最初ねサニー手帳の革カバーに入れようかなと思ったんですけど、365 days ノートってこの表紙がボロボロになっていく感じが可愛いからスニーカーみたいにねカバーつけるのやめました。これでベタベタ解消です。こっちは大丈夫。よし OK。 これだけ貼っとこう。ちょっと溜まってる。恐竜の日だからね、昨日恐竜の絵が描いてある。よいしょ。でちょっと 2,3 日バタバタしてたけど日常が戻ってきたのでこれも今日から描けるかな。あれ貼っちゃおう。今日のマンスリーシール日記。なんか早起きできたみたいな。早起きって早くもないんだけど朝起きれたみたいな。なんかないかな。あ、でもこういう時のあれか。なんか一言添えるシールはいいか。ほら偉いとかすごいとかすごいさ肯定してくれるからこれは猫、八割れ猫ちゃん偉い。はい、ということで今回は手帳タイムをしていきました。あとこれ仲間入りしてますっていうこれ見せることはないと思うんだけど仲間入りしてますっていう話でした。では今日の動画ここまでにします。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。そしたらまたね。バイバイ。